皆さんどうもこんにちは。ヤニケスオタクのまこさんです。はい、皆さんいつもご視聴いただき誠にありがとうございます。おかげさまでね、このチャンネルはですね、次の6月末ぐらいですかねで2周年を迎えます。誠にありがとうございます。はい、そしてね、この山手線の、喫煙所訪問から始まって、鉄道沿線の喫煙所訪問シリーズですね。気づいたらもう第3シリーズまで行ってますね。次、第4シリーズの撮影が決まっています。で、今これ撮影前なんですけど、その前にですね、ゴールデンウィークですね。はい、ということで、およそね2年まではいかないけど2022年の9月に撮影した、山手線の喫煙所訪問の動画をこのようにね、ちょっとリメイクして、皆さんにねお届けしようと思います。ぜひね、ゴールデンウィークの暇つぶし、ゴールデンウィーク過ぎて、見てくださってる方もいらっしゃると思うんですけど、ぜひね、暇つぶしにご覧ください。今回はですね、最初の頃ですね、やっぱりもう YouTube 始めたてで編集技術も伴ってなかったんですね。声が小さかったりとか、音声がよく分かんなかったりとかしてたんで、ナレーションもね、なんか不慣れだったんですけど、今のね、ナレーションでまた再編しました。前編と後編に分かれてます。2分の1、2分の2に分かれてますんで、それで新しいナレーションもね、吹き込んでます。新たに命を吹き込んでますんで、ぜひね、最後まで、気になる方ね、見逃さずに、ご覧ください。では、これからね、2022年9月の、まだ何歳だったかな、その頃の初々しいまこさんの姿をご覧ください。では、次のシーンへどうぞ。ちょっと待ってですね、これから注意画面を貼ります。音声がねちょっと小さい、取り方があんまりうまくないんで、今の技術でボリューム上げてますけど、ちょっと聞き取りづらいところもあると思います。多分ね字幕ですね、オンにしたらぜひ使えるので、ぜひ使ってみてくださいね。はい、それとね、当時ねちょっと今のテンションとだいぶ違うね、私編集してて分かったんですけど、ちょっとね酒かすぎて多分酒うつに入ってますね撮影中なんかめっちゃテンション低いところあるんですけど、そこもね聞こえないところあると思うんですよ。ボソボソ言ってて、それもねぜひね字幕機能をご活用ください。英語の方もね用意してますんで、海外の方もぜひよろしくお願いします。じゃあ次のシーンへ今度こそどうぞ。はい、どうもおはようございます。ヤニカスオタクのまこさんですけれどもね、ここはね、東京駅ですね。見ての通りね、辺り一面東京駅ですよ。いや当たり前ですけどね丸の内駅舎ですね。私はね今なんでこんなところにいるかというとですね、ここからねあることをしていこうと思います。そのあることというのはですね、今日一日山手線って、26駅だったかなあると思うんですけど、その各駅で降りて、その各駅で1回喫煙所に行くという企画をします。東京都内ってね路上喫煙禁止区域なんですよね、皆さんご存知の通り。それで私はですね、住んでる場所からねバスでね来て2時間近くねもうニコチン補給しておりません。今頭の中がね沸騰してましてね、もうねヤニのことしか考えられなくてね、ちょっとね今ね何喋ってるかもわかんないんですけどね、頑張っていこうと思います。で途中ね昼飯食べたりとかもねありますんで、1日で終われるか分かりませんが頑張っていこうと思います。はい、これはやだな、喫煙所行くまでに坂を登るっていうこの公園に着くぞ。もうダメだこんなとこ喫煙所ないですよ、さすがに。で本日使っていくアイテムがこちらです。特内パスです。これ1枚で760円です。なんでこんな感じなのかっていうとね、これは私のクレジットカードです。JR 東日本のねビューカードというやつですね。こちらの裏のねよく定期券の内容とかを書くところにねフリーパスをねこうやってね印刷して使うこともできるんですよ。でこれで今日一日山手線と特内の一部のね
路線が乗り放題です。760円なので多分元取れると思いますね。はい、では頑張っていこうと思います。まず初めに向かいますのは東京駅の喫煙所になります。丸の内側から八重洲側へ抜ける通路を通り、そして八重洲側へ抜け、八重洲側の地下へ向かってみようと思います。言わずと知れたターミナル駅東京、喫煙所を探すのはそう容易なことではありません。しかし多くの喫煙所があります。それでは今回はそのうちの一つの喫煙所を紹介しようと思います。この空間の喫煙所ですけど、この下側のね、こちらか、それか、こちらですね、このラーメンストリートの近くかにありますね。私両方行ったことありますけど、とりあえずね、ラーメンストリートの方へ行きましょう。八重洲地下街には多くの飲食店が立ち並んでおり、ラーメンストリートといったものもございます。このすぐそばに喫煙所がありますので、今回はその喫煙所を紹介しようと思います。というわけで喫煙所出ましたけどね、やっぱり並んでるんですよね。結構人がね、もうすごい時ね、もう10人ぐらい並んでる時ありますからね。次は神田です。次の神田駅は東京都は千代田区内の駅になっております。神田といえば外神田にある神田明神はとても有名ですよね。5月に行われる神田明神のお祭りは日本の三大祭りの一つとされており、とても多くの人たちで賑わいます。そして近くの神保町と合わせて神田神保町と呼ばれ、カレーそして古本の街としても知られています。一方この神田駅は言わずと知れたターミナル駅となっておりまして、山手線のみならず京浜東北線、中央線、そして東京メトロ銀座線へ乗り換えることもできます。これだけ多くの路線が乗り入れている神田、喫煙所たくさんありそうですが、果たして容易に見つかるのでしょうか。というわけで到着しました神田駅です。南口の方から出ましたね。いつもね、多分ね東口とかその辺から出るんですけど、ちょっとね適当に出てみました。でこの辺ねどっかねあるはずなんですよね、喫煙所が。どうしようかな、適当に歩いてみましょうか。私がたびたび訪れている有料で喫煙できるカフェザ・スモーキストコーヒーは北口を出てしばらく歩いたところにありますが、今回は別の方面の出口から出て新たな喫煙所を探してみようと思います。しかし迷い込んでしまい西口側へ向かってしまいました。果たしてこのような雑踏の中に喫煙所は見つかるのでしょうか。大丈夫、待ってました。あそこですね。あそこになんかマークあると思うんですけどね。次は秋葉原行きます。では駅へ戻りましょう。次は秋葉原です。神田駅の喫煙所は他にもたくさんあります。中央線快速の喫煙所動画でも紹介しておりますので、ぜひご覧ください。そして次の秋葉原駅、こちらも言わずと知れたターミナル駅、東京都は千代田区内の駅になっております。秋葉原という地名は古くから残る秋葉神社が由来になっているそうです。
そして秋葉原は昔秋葉原と呼ばれていたそうですが、現在は秋葉原と呼ぶのが一般的になっているそうです。戦後の秋葉原では電気街が栄え、電気の街としても知られておりましたが、近年はアニメの聖地、アニメの街としても知られております。さて、今回はこの駅に数多くある喫煙所のうちの一つ、一番特徴的なものを紹介しようと思います。東京、やまびこですね、あれ。連結してますね。今やまびこはこの辺にしね。着きました。秋葉原駅です。ここはね、中央口の方からね出てみましたね。今回はご覧の通り、ほら、ものすごい列ですけど、これここね、喫煙所なんですよ。これね、改札出てね、すぐのところにねあるんですけどね。というわけで、次は御徒町ですね。次は御徒町です。昨日の夜11時に寝ようと思ったの間違えちゃって、朝の11時に起きましたね。とんでもねえ罪を御徒町だね。御徒町駅は台東区内の駅になっております。なんとも不思議な地名ですが、この御徒町は江戸時代将軍の警護になった勝ち組の屋敷が多かったことから俗に御徒町と呼ばれるようになったそうです。さて、この御徒町は上野の広小路口の南から広がるアメヤ横丁があることでも有名です。数多くの飲食店が軒を連ねている御徒町ですが、周りの秋葉原や上野に比べて利用する機会は少ないのではないでしょうか。私もこの駅を真面目に利用するのは初めてです。果たして喫煙所は容易に見つかるのでしょうか。御徒町駅の南口から出ました。で、私は完全にね、ここの近くの喫煙所を探したことはないので全く分かりません。なんかね、調べたところによるとね、どっかタバコ屋さんがあったところのね近くにね喫煙所があるらしいんですけどね。なんかドトールコーヒーがありますね。最悪あそこの中の喫煙ブースになりますけど、ちょっと全然わからん。どうしよう。アメ横の方面やその他周辺など5分間ほど大捜索をしてみましたが、喫煙所は一向に見当たりません。アメ横の商店街の中には多くの喫煙可能店が軒を連ねておりますが、一般の無料喫煙所を探すのはなかなか容易ではありません。ちょっとね、今ね Wi-Fi をね通ってたので借りてね調べてみたら、向こうの方になんかあるっぽいですね。思うんですけどね、こういう駅出てすぐの広場のところに喫煙所あればいいのにね、ネット分かりにくいですよね。ちょっとそこがどうしてもダメだったらドトール入ることにしましょうね。ここでこれから紹介する喫煙所とは別の御徒町駅付近の喫煙所を紹介いたします。駅の北口を出て少しファミリーマートの2階に喫煙所があります。そして台東区指定のパスパ御徒町という喫煙所も平日はご利用いただけます。御徒町を訪れた際はぜひ参考にしてみてください。その他、御徒町には隠れた喫煙スポットが数多くあります。喫煙所マップアプリなどの活用をしてみるといいかもしれません。やっとの思い出。次そうです。もう何分かかった？ 10 分以上かかってますよね。あそこにねタバコ屋さんがありましてね、じゃあそこへ行っていこうと思います。というわけで喫煙所行ってきましたがね、ちょっと不便ですよね。横断歩道を渡らないといけないのね。いや、なかなかわかんないです、これは。次は上野です。やってまいりました。ついに上野の森へ突入。
はい、気を取り直しまして、次は台東区は上野駅になります。この地にはその昔、江戸時代、伊賀上野の大名、東堂高虎の屋敷がありました。そして上野は上野と呼ばれるようになったそうです。そして近隣には下谷という土地があります。上野は下谷よりも高いところにあるので、上野と呼ばれるようになったのではないかとも言われております。はい、というわけでね、上野の中央改札口を出ました。で、以前ね、この改札内のね、16番、17番ホームの端っこにある喫煙所を紹介したと思いますので、そっちの喫煙所の方はそっちの動画を見てもらうということにして、改札の外にあるね、喫煙所へ行こうと思います。で、こっちが浅草口になりますね。こっちからの方がちょっと近いので、ここから行っていこうと思います。さて、上野の森ではなくて、上野恩賜公園とは反対側の出口から出て、上野駅前の大きな陸橋の上を歩いていきます。ここには喫煙所が2カ所あるのですが、そのうち1カ所を紹介しようと思います。あんまりいませんね。じゃあ入りましょう。上野の森をバックに数多くの電車たちが行き交っております。ここで上野の森の豆知識、上野の森は高台になっているので、100年前関東大震災が起こった際に森の中へ逃げた人たちはなんとか生きながらえたそうです。でね、喫煙所出たので、浅草口の方ではなくって篠松口じゃないな、なんとか口です。こっちの方からね入ろうと思います。いや、なんかずっと立ってるから足痛くなってきた。すごい。大丈夫だろうか今日。次はうぐいす谷です。お耳汚し大変失礼いたしました。次のうぐいす谷駅も台東区内の駅になっております。しかし先ほどの口笛も実は遊びではありません。うぐいす谷は読んで字のごとくうぐいすがたくさんいる谷だったのです。その昔、この駅の近くにある谷中の霊媒院付近の谷にはうぐいす谷がたくさん住んで、間違えました。うぐいすがたくさん住んでおりまして、うぐいすの名所として知られておりました。江戸時代には多くの文化人の住まいがあったそうです。なんとも風流な駅ですよね。しかし現代ではうぐいす谷といえばラブホテル街というイメージがありますね。このラブホテルたちはもともとただの旅館だったのです。というのも上野駅に集団就職でやってきた若者たちがうぐいす谷の低価格旅館を利用していたのです。しかし時代は移ろい、旅館の需要はなくなってしまいました。そして現在はラブホテルに姿を変えてしまったのです。それではうぐいす谷の喫煙所探し頑張ってまいりましょう。じゃあうぐいす谷の南口を出ました。久々ですね。ここはね、さすがラブホテルが立ち並んでおりますが、陸橋の下みたいなところに喫煙所あるっぽいんですけどね、どこでしょうね。もう足が痛いよ、座りたいよ。山手線の駅にしては古いものが多く残っているうぐいす谷駅。付近の下町の飲食店はなんだか美味しそうな香りです。本当どこだろう。すみません。わかりませんので手当たり次第に探しましょう。残念ながら飲食店ばかりで喫煙所がなかなか見当たりません。というわけで路地の中へ入っていくことを決意しました。果たして路地の先には喫煙所があるのでしょうか。なんだろう、公園だ。結構な汚らしい公園ですね。喫煙所ですね。たまたま見つけた。下入ってるのかな。全然誰もいない。なんで外で吸ってるんだろうみんな。謎ですね。うぐいす谷マジック。次は日暮里です。うぐいす谷駅、まさかの場所に喫煙所がありました。そして大手を振って向かっていくは日暮里駅、荒川区内へ入っていきます。日暮里、西日暮里あたりも上野台地の端くれ、とても起伏の激しい地形になっております。
その昔は新しい開拓地を意味する新堀と呼ばれていたそうですが、江戸時代になると庶民の行楽地としての人気が高まりまして、特に春や秋の紅葉はとても美しく、日が暮れるのも忘れてしまうほどだったそうです。そこから日暮の里と呼ばれるようになり、現在の日暮里の地名になったそうです。日暮里駅です。あっちかな、ちょっとあっち降りてみましょうね。日暮里駅の北口には数多くの電車を眺められる下五院殿橋という名所がありますが、今回は南口を降りていきます。6時から午後9時まででね、入っていこうと思います。すごいね、2つあってね。なんか禁煙の助成金が出るよみたいな変なポスターがある。禁煙を助長するなよ。次は西日暮里です。いやー、これがまた大変だったんですよ。ご覧ください。次の西日暮里駅もゴリゴリ荒川区内の駅になっております。この駅は高輪ゲートウェイ駅に次ぐ2番目に新しい山手線の駅として知られています。現在の東京メトロ千代田線の駅が西日暮里に開業したのを皮切りに、旧国鉄、現在の JR は乗り換え駅として西日暮里駅を設置しました。千代田線はもともと日暮里駅へ乗り入れる予定でした。ということは、もし西日暮里に乗り入れていなければ、この駅は存在していなかったかもしれません。さて、これからまこさんの西日暮里での戦いがスタートいたします。西日暮里駅を出ました。公園の方に喫煙所あるっぽいので、そちらへ向かっていこうと思います。西日暮里の駅前の起伏は激しくなっており、このような激坂が広がっております。心臓破りの坂です。この先には高台、道灌山公園が広がっています。道灌というのは太田道灌の道灌のことです。太田道灌は江戸城を作った人です。徳川家康じゃありませんよ。この徳川家康より先に江戸城を作った太田道灌は、その昔この高台のあたりに出城を設けていたそうです。そしてここは道灌山と呼ばれるようになりました。謎の像があるぞ。像があるぞってダジャレですけどね、結局分かりません。喫煙所どこかは分からんな。ちょっと待ってね、分かんないので、とりあえずここの外の方まで出ますか。せっかく高台に登ったまこさん、喫煙所が見当たらず、この高台を降りることにいたしました。この辺りには多くの高台が存在しており、道灌山とも日暮里山とも呼ばれております。またこの名前は現在の道灌山通りを挟んで北側が本来は道灌山であり、南側は諏訪野台と呼ばれていたそうです。現在では混同され適当な呼び名で呼ばれている道灌山、そして日暮里山ですが、とりあえず諏訪野台、この名前を覚えておいてください。お願いします。そして頭を切り替えて駅の反対側の商店街方面を歩いてみることにしました。果たして喫煙所は見つかるのでしょうか。なんか良さそうな場所を見つけましたよ。パチンコ屋さんならぬそういう店ですけどね、こういうとこ絶対喫煙所があるんですよ。でも借りようと思ったんですけどね、なんか店員さんがすごいうろうろしてるんでね、どうでしょうね。もうダメだ。こんなとこ喫煙所ないですよ、さすがに。今日のドトールコーヒーに行きましょう。もうドトールコーヒーだったらね、絶対喫煙ルームはありますんでね。残念、商店街にパチンコ屋さんはありましたが、店員さんの圧で入ることができませんでした。また飲食店の前にもいくらか灰皿がありましたが、そちらは店舗を利用した方限定みたいです。仕方がない、もう諦めました。ドトールコーヒーで有料の喫煙をしようと思います。さて、ドトールコーヒーでございます。こちらね、喫煙ブースありのね、ドト
ールコーヒーです。というわけでね、マクドナルド出ました。でそれでマクドナルドのね Wi-Fi を借りてね、いろいろ調べましたところね、なんとね喫煙所見つけました。おっと、ここに来て西日暮里駅の喫煙所を発見しました。はい、登っていきますが、またこの坂道、なんと先ほど向かった方面に喫煙所があるのです。そして向かっていくは南側の高台、つまり諏訪野台方面になります。こんなところに喫煙所は一体あるのでしょうか。あ、すごいね、結構でかいねこの神社。あ、なんか灰皿がある、あそこあんなところになんか大丈夫ですかね、バチが当たらんのかな。入ってすぐのところになぜか灰皿がありますが、神社にもあるお車、境内の中まで進んでいいんですね。すごいね。こんなところに喫煙所あっていいんですかね。大自然ですね。こんな火災に気をつけてくださいと書いていながら、ここに喫煙所あっていいんですかね。もう座りたいけどさ、ここの鳥居のどこだっけ、ここの柱に座ったらさ、バチが当たりそうだからちょっと座らないんですけどね。次は田端です。田端でバタバタはしたくねえな。西日暮里の喫煙所は諏訪野台にある諏訪神社の中でした。捜索までに2時間かかってかなりヘトヘトですが、次の田端駅へ向かっていこうと思います。田端ではバタバタしたくないですね。この田端は近くに田んぼや畑が多かったから田端と呼ばれるようになったそうです。本当に田端ですね。バタバタしてますね。この田端駅の近くには大きな JR の車両基地があります。しかしなかなか利用することの少ない田端駅、果たして喫煙所は見つかるのでしょうか。すごい、ちゃんと書いてある喫煙所の場所が。偉い。はい、喫煙所出ました。あ、よかった。田端でバタバタしなくて済んだ。でもね、なんかすごい汗かいてるんですよ。じゃあ田端終わりましたね。早速ね、次駒込ですね。向かっていこうと思います。次は駒込です。次の駒込駅は豊島区内の駅になっております。この地は昔駒込と呼ばれたそうです。まるでゴミのような地名ですが、おっと失礼。この地を訪れた大和武の命が味方の軍勢を見て込みたりと言い放ったことが由来だそうです。それでは喫煙所を探してまいりましょう。というわけでね、駒込駅へ着きました。ちょっとね、だいぶ西日暮里で疲れちゃったな。なんか広場がありますね。ソメイヨシノ桜記念公園。ここの駒込駅の駅メロって桜ですよね。駒込の近くにあった染井村でソメイヨシノが作られたことから、駒込はソメイヨシノ発祥の地として知られております。灰皿あるけどね、こう店の利用者のためなのでちょっとやめた方がいいですね。でここでタバコ吸ってる人いるけど、どっかなんか運よく見つからないかな。ソメイヨシノの話の続きです。ソメイヨシノはなんと種を落として子孫を増やすということができない木なのです。染井村に住んでいた植木職人が高度な接ぎ木技術でソメイヨシノを各地へ増やしていきました。そして現代、春には多くの場所でソメイヨシノを楽しむことができます。どれもこれも駒込の染井村の植木職人たちのおかげだったのですね。しかし喫煙所は一向に見当たりません。まこさんは果たしてこれからどうするのでしょうか。灰皿を見つけられなかった末に、あそこにドトールコーヒーを見つけました。仕方がないですね。ドトールコーヒー行きますか。
足が痛い、だいぶ痛い。お腹がダビダビになっちゃうよ。どうしよう。さあ一番安いやつでも頼むかな。さて、私はねドトールコーヒーしかないことに納得がいかないのでね、地図には書いてないんですけど、向こうの方にタバコ屋さんがあるみたいなんで、その前とかに灰皿がないかちょっと一旦見に行こうと思います。次巣鴨駅へ向かっていこうと思います。次は巣鴨です。残念、駒込駅で無料喫煙所を見つけられませんでした。もし見つけましたよという方がいらっしゃったらコメントよろしくお願いします。そして次の巣鴨駅ももちろん豊島区内、おばあちゃんの原宿として知られております。巣鴨の地名の由来、それはもちろん鴨です。この地に昔鴨が多く住んでいたので巣鴨と呼ばれるようになったそうです。さて、おばあちゃん以外はなかなか訪れる機会の少ない巣鴨駅、喫煙所は一体どこにあるのでしょうか。出ました。駅ビルの中どっかね喫煙所があるっぽいんですよね。だからそこに行こうと思うんですけど、駅直結の真新しい駅ビルの中をくまなく探すまこさん。しかし喫煙所は見当たりませんでした。仕方がありません。お外をブラブラ歩いてみることにいたしました。見つけました。ここですわ。ほら、もう路上喫煙禁止区域って書いてあって、ここに灰皿あるのいいのかな。というわけでね、とても情報量の多い喫煙所でしたね。こちら巣鴨でしたね。次は大塚駅になりますね。次は大塚です。次の大塚駅も豊島区内の駅になっております。駅の前には都内では珍しい都電荒川線が走っております。そんな大塚の由来ですが、もちろん大きな塚があったからです。そうです。塚というのは古墳のことです。こんな都会の地名の由来が古墳、なんとも意外ですね。さて、頑張って探しますよ。多分ね、ここは駅ビルの中に喫煙所があってね、ちょっとこれがあるかどうか怪しいですね。駅ビルの前にある案内板を見てみましたが、喫煙所の表記がありません。というわけで商店街の方へ向かっていきます。都電荒川線の線路を越えていきます。しかし街中の商店街でも喫煙所は一向に見当たりません。どうしたらいいのでしょう。駅ビルに喫煙所があるっていうのは古い情報かもしれないんですけど、一応確認のために中に入るだけ入ってみます。いますね、これね。ちょっと入りましょうね。次は池袋駅ですね。次は池袋です。次の池袋駅は豊島区の中心駅。これから池袋、新宿といった副都心のエリアへ入ってきます。埼玉県民がやたらと集うことで有名な池袋。地名の由来はその昔、袋のような盆地状の窪地に多くの池があったことからだとされております。さて、そんな窪地も見る影もなくなった大都会池袋駅。喫煙所は多くありそうですが、果たして無事に見つけられるのでしょうか。はい、池袋駅の東口出ました。あった、喫煙所あった。なんかこう新宿駅とかと似てます。ありそうだけど知らないですね。入りましょうね。喫煙所出たのはいいんですけど、すごくないですか、この汗が。
すごい晴れてきてね、めちゃくちゃ暑いんですよ。汗だくで、日陰涼しい。次目白駅ですけどね、行こうと思います。すごい汗がなんかまつげのところに止まって、すごいやばい。次は目白です。次の目白駅も豊島区内の駅になっております。目が白いから目白、目が黒いから目黒というわけではありません。江戸時代には江戸五色不動尊というものがあり、この辺りには目白不動尊があったことから目白と呼ばれております。他には目黒、目赤、目青、目黄など様々あります。さて、この目白駅、一般人はなかなか訪れることの少ない駅ですが、喫煙所はあるのでしょうか？目白駅の外に出ました。いやー、なかなかにあんまり人が降りない駅ですよね、ここは。そうそう、目白といったらね、学習院大学ですね。さあ、喫煙所どこだっけ？本当にどこだっけ？わからん。ビルに来ましたけどね、喫煙所ありますね、2階に。じゃあ行きましょう。1人ですね。ちょっと待ちましょうね。ないですからね。汗がすごいですね、これは。というわけでね、喫煙所出ました。帰りましょう。すごいね、この階段もなんていうか、ご高齢の方に配慮したスピードでいいですね。優雅な階段で、ちょっとね、私見てたにはね、雑多なお宅にはちょっと遅く感じますけどね。次はね、高田馬場ですね。次は高田馬場です。みんな人生に一回は高田馬場って聞き間違えるよね。次の高田馬場駅、ついに新宿区内へ入っていきます。高田馬場の由来は諸説ありますが、江戸時代に武士たちが乗馬や弓を訓練した馬場が高田という場所にあったからだと言われております。高田の方の由来は徳川家康の側室で六男の松平忠輝を生んだ阿茶局が通称高田君と呼ばれていたので、阿茶局が遊覧したこの場所は高田と呼ばれるようになったそうです。また高田馬場駅の近くにはアニメーション会社手塚プロダクションがあり、鉄腕アトムゆかりの地としても知られております。それでは喫煙所を探してまいりましょう。というわけでね、高田馬場駅の早稲田口から出ました。早稲田といえばね、早稲田大学が皆さん思い浮かぶと思いますけどね、その通りです。ここはね、早稲田大学が近い駅でね、もう早稲田大学学費高いんでね、行かれなかったけどね、多分ね、私お金さえあれば行けたんですよね。隣のね、畑は青く見えるじゃない、なんだっけ、隣の田んぼだったっけ、隣の畑は青く見えるじゃないですけどね、そんなね、夢物語をね、言ってもね、仕方ないんですけれどもね。はい。というわけで喫煙所がね、見つかりました。ここね。この赤信号が青に変わったら行こうと思います。というわけでね、次は新大久保です。高田馬場駅の喫煙所、わかりやすくてよかったですね。と、ここで今回はここまでです。次回は新大久保駅から、そして有楽町駅まで後半の動画を紹介しようと思います。この度は40分間のご視聴誠にありがとうございました。ここまで見てくださった皆さんにはとても素晴らしいプレゼントが
というのはね、いつもないんですけれども、はい。今後とも鉄道沿線喫煙所巡りシリーズおよび旅とヤニカスに関する動画を投稿していきますので、チャンネル登録、高評価いただけますと何かいいプレゼントが降って湧いてくるかもしれませんよ。そしてこれまでの鉄道沿線喫煙所巡りシリーズの動画を再生リストにいくらかまとめておりますので、そちらも合わせてご覧ください。それでは改めましてここまでご視聴いただき誠にありがとうございました。後半戦の動画もどうぞよろしくお願いします。それではまたお次の動画でお会いしましょう。